お、ジョイパッドが死んでるの？マジかよ。いつ死んだのこいつ。本当に死んだのこれ。ひどいな。まだしゃあない。ちょっと前のヨットが遅いんで AWS1 ちょっとぐらつくと思います。V もあるんで右には行けないですよね。ヨットは左に横切ってる状態ですね。ちょっとしばらく AWS1 は様子を見ると思います。また右に向き直りましたけど、どういうつもりなんでしょうねあのヨットはですねわかんないですね。あのまま前をうろうろする感じなんでしょうかね今日は。AWS1 としては微妙に AWS1 が抜けない速度なんですよね。ちょっと困りますね。はい、今日は2025年の8月の24日です。はい、前のヨットが止まりかけている。どうするんでしょう。どうするつもりなんでしょう。そうこうしている間に後ろに船がいるんですかね。どれですか。俺には見えない。また左に向き始めたね、あのヨットが。わかんない動きしてますね。AWS さんも超困惑してますねどうしろっちゅうねんって感じですね右に行きますかね AWS は。ただ右側も船がいるんで V があるんですね。なんか船じゃなかったですね。 V ですね。見えますかね。右にちょっと2つ V が浮いてるんですけど、それで右側に行けない状態です。で AWS1 はもうこの左右左右フラフラしているヨットの後ろをついていかざるを得ない感じですね。と思ったら前から船が来た前から船が来たっていう。まあまだ遠いんですけど、一応車線をずらして走るでしょう AWS は。でまあここに正面今 V があるんでちょっと左斜めに走ると思うんですけど、もうすぐですね。と思ったらこのヨットが今度右側に入ってき始めたんで、非常にナローですね。ナローです。どうしますかね AWS は。
ちょっとやり場がないですね。まあ、あの船が左側に抜けてくれたんで、もうこれを左に行っていいですね。はい。ヨットがですね、こう入ってくるんですね。で、ちょっと後ろにつこうっていうことで、左側に入ってからラグパーシュートですね。ヨットがさらに遅くなりましたね。どうすりゃいいんですかね。右側遊漁船がいますんでね。右側遊漁船です。ヨットが右側に入り始めましたね。なんかセーリングをしているわけでもないのになんでこんなフラフラ動いてるのかよくわかんないですけど、 AWS-1 はちょっと迂回気味に走ります。迂回気味にですね。まだその動きの分散が非常に大きいので、ヨットの信用してないです。後ろをタイトに走ろうとはしないですね。ヨットがなぜか蛇行してるんですよ。AW さんはその外側へ走ろうとしてます。その蛇行するこの運動のバリアビリティですね、バリアンスの外側に出ようとしてます。と思ったら後ろから船が来ましたね。厳しいですね。やり過ごしますか。速いですね。速度ベクトルがすごい貫いてきてますね。もうちょいアウトサイドに出る感じですね、ラムネさんは。で、後ろから直進してくる船をやり過ごすためにアウトサイドへ走ってます。後ろから来た船が後ろ200メーターぐらいのところまで来てます。で、あれを活かせるでしょう、 AWS ファンは。もう戻ってもいい頃合いですね。相手は抜けますね。抜けますが、風でひっくり返されちゃいましたね、止まってる間に。はい、もう走っていいでしょう。止まるのちょっと止まるんですか。後ろから走ってきた船がですね、ヨットの後ろで止まったんですよ。それで AWS-1 もどうしようかなっていうそういう状態ですね、これは。ヨットがまたこっちに入ってきたんで、ちょっと意味が分かんないですね、この海域の動きが。
道がないですね、AWS-1 には。ヨットがずーっと蛇行してる状態ですね。ちょっと振り幅が大きくなりましたね。右側は遊漁船たちがいるので、左側にヨットを追いかける感じで走ってますが、もうちょっとしたら AWS も右側に向くでしょう。ここで右に向きますかね。あの辺の出口付近に遊漁船団ができてるんですよね。出口付近にですね。それを見てちょっと大回り感を出してます。渡し船が向こう向きに走り始めたんで、ちょっとマージンができた感じですね。出口付近に寄っていこうっていう動きをしてますね、AWSさんも。はい、あとはあの V とそこの遊漁船ですね、そこの間を抜けるっていう時に何かノイズを見てしまうかもしれないっていうところですよね。これはやっぱり出口なんで、港の構造物が迫っていてレーダーにノイズが乗りやすいですね。特に大型船が多い時とかはですね、ノイズが非常に多いです。今日はそんなでもないですよね。
なんか魚がいますね。AWS-1 の動き方なんですけど、結構カク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 っていう感じで動きます。これはもうそのように変えました。スイーって曲がっていくっていうのはどこでブレーキしてくるのかっていうのが、外から見て分かんないんですよね。なんでカクカクですよ。カクカク。港の中魚多いですね、やっぱり。最近はもうオープンエリアは全然ダメですね。この界隈の貧酸素水海はそんなに成長してる感じはないですよね。浦安はすごかったですよね。もう死の海みたいな。なんですけど魚はやる気ないですね。なんだ、後ろから船来るの。うわ、あんな船がダメでさんびっくりしてましたね。唐突にレンジ内に入ってきたんで超びっくりしてました。枝部さんあんなのいるんだ。ちょっと怖いですねなんか後ろから来る。また防波堤沿いをまっすぐに速い船が走ってきますね。なかなか防波堤に寄れないですね。これじゃもうすぐパスすると思います。右後ろから、あの船ですね。YF24 ですね。めちゃめちゃ速い速度で走ってます。出口でひょっとするとタグボートと交差しますね。これ
今左後ろからタグボートが来てます。と前からも大型船が来る。前からもあれか、これは待たないとダメですね。待ちますね。待たないんですか。強気なんですか。本当にいいんですかそれで。後ろタグボート来ますよ。微妙に速度ベクトルが勝ち合ってますよ。こんな防波堤沿いで止まったら流されてディスエンゲージするんじゃないですか。ここで止まりたくないなここで止まりたくないな。まあ人間だったらここで止まるんだろうけど、 AWS はここで2つの大型船が交差するのを待つみたいです。ここで止まるとですね、今こっちから風が吹いててですね、こっちに防波堤じゃないですか。流されてディスエンゲージしちゃうんじゃないかなという心配をしています。しかも前からプレジャーボート来るじゃん。カオスだな、カオスだなこれは。ああ、防波堤に寄っちゃう防波堤に寄っちゃうああ、防波堤に寄っちゃう、防波堤に寄っちゃう。しかも後ろからも船が来るよもうダメだこれはディスエンゲージコースですね。間違いないですね。大型船、プレジャーボート、後ろから船、あれは渡し船だろうな。あ、ディスエンゲージしましたマニュアルモードに戻りました。はい、今日はこんなんですね。しょうがないですね。まあでも要はそのもう囲まれちゃった時にちゃんとそのこれはもう自分では無理ですっていう判断をして止まったっていうことですね。それはいいことだと思います。それはいいことです。じゃあちょっとこのディスエンゲージゾーンから開けましょう。まあAWS-1 はそのレーダーだけで見張りをしてるので接近戦がまあ非常に弱いです。でその、接近戦能力っていうのは、港湾の中で自律航行するんだったら必要だと思うんですけど、外に出てやる分にはいらないと。ただその、トラフィックがそのオープンエリアでも急に密になったりする時があって、そういう時にちゃんと俺では無理ですっていうことを教えてくれるようではないと出ないと怖いですよねっていう話ですよね。そのこれぐらいだったらいける、これ以上は無理っていうその判断ですよね。そこのところがちゃんと人間の感覚と AWS-1 の感覚が合ってる。それが大事だと思うんですよね。今もう船に囲まれちゃってます。もう
後ろからタグが3隻もやってくるという謎のシチュエーションになっちゃってますこれはこんなトラフィックは見たことがないですね。こんなトラフィックは見たことがない。まあ勉強になりますね。勉強に。はい。じゃあとりあえずこんなところで、まだディスエンゲージ状態ですね。周りを囲まれちゃっててですね。で速度ベクトルが何本か AWS-1 を貫いている状態です。逃げ場所がない。まあタグボートが後ろから迫ってきてるんで、ちょっと外さないと、それを外さないと自律航行を再開することはできないですよね。でタグボートがいろんな方向から扇状にこう向かってきてるので、これでは全然スタートできないですね。非常に難しいです。ちょっとそれをどんな状況なのかっていうのをぐるっと見せた方がいいんですかね。ぐるっと見せましょうか。今は正面見て、大型船こうやっているじゃないですか。ガット船とかで、今あそこにタグボート、あそこに遊漁船が浮いてますね。で後ろからもタグボートが2隻来てるんですよ。であとプレジャーボート1隻ですね。そういう状態です。でもう完全にAWS-1 の安全ゾーンがなくなってしまっているので、今自律航行を開始してもディスエンゲージしっぱなしみたいな状態になります。あれ遊漁船じゃなくてプレジャーボートなんですね。はい、じゃあそろそろいいでしょうか。はい、リスタートです。まあなかなか恣意的に感じられるトラフィックではありますけど、まあデータとしてはいいんじゃないでしょうか。これが真の進行方向です。まあもうオープンエリアですからね。今日の出口はひどかったですねひどすぎましたね。何としてもディスエンゲージさせるぞっていう港の意志を感じましたね最初のヨットが前を蛇行しているっていうのからして
なんだこのシチュエーションはって感じでしたよねそんなトラフィック見たことねえぞみたいな、もうそんなねえまあでも分かると思うんですけど AWS さん危なげなく動いてますよね。で漏れなく周囲のターゲットを認識していて、で状態推定も誤ってない。で要はそのヨットがこうやって蛇行してどう動くんだかちょっと分かんないような時っていうのは、その動きの分散が予測がでかくなって、でその外側を回ろうとしていく、そういうのが見られましたよね。あのヨットはセーリングしてないのになんであんな動きするんだろうっていうちょっと謎がありますけど、浦安でやってる時はセーリングしてるヨットがたくさんいて、あの手の動きですね。あとその一番難しかったのは底引き網漁船ですね。ターンしてすごい勢いで戻ってくるんで、2層引きのやつとかは、レーダーにもちょっと映り方がおかしいんで非常に難しかったですよね。浦安にいる時はですね、それらがですね、そういういろんなデータを集めてアルゴリズムの中に仕込んでいきながら徐々にクオリティが高まってきている。何よりその怪しい状況になったらちゃんと止まるってことですね。それが大事ですよね。それが確保されていればデプロイできるんだっていうところですね。デプロイしてデータを集めてディスエンゲージしたシチュエーションでどうするのかっていう、そこを少しずつ詰めていく、そういうやり方ですよね。で学術研究の世界でやってる技術高校の研究っていうのは、もっぱらケーススタディみたいな格好になってて、こういうシチュエーションでどうなりましたかみたいな、そういう話をなんで今止まったのっていう、これがレーダーの影、ヘリコプター、ヘリっぽいですね。 CH47 ですね。でケーススタディみたいなものっていうのを1点2点3点やって論文書くみたいな格好になってますけど、往々にしてですね、その思いもよらないようなことで難しいんですよ。それはやっぱり海の上に出てきてみないと分かんないし、なんでこれでうまくいかなかったのかっていうのを分かるっていうのも結構大変なんですよ。そういうことをひたすら地道にデータを集めて繰り返しながらシステムは良くなっていく。そこを回避するってことはできないですね。その困難を回避するってことはできないです。なので僕はその大学でやってる研究がうまくいかないよって言ってるのは、圧倒的にその船を出すのに手続きがかかりすぎるということですね。その安全のためなのか何なのかっていうのは分かんないですけど、漁師は毎日船に乗って海に出てるんですからそういう体制が構築できなかったら、まずもって自立高校の研究開発なんて無理ですよ。ということは言っておきたいと思います。それだけじゃないんですよね。非常に難しい要素他にもたくさんあります。でそれらを解決していくためにその組織なり何なりっていうのを絶え間なくオプティマイズしていかないといけない。そういう意思がないとできないですよ。
わよっこらしょっと。最近は鈴木さんのお顔を拝見しておりません。聞こえますか？マイクは飛んでるはずですよね。はい。あカメラがね見えてますね。はい。ちょっとこの辺に移動しましょうか。いやー、どうですかこのね自律航行システム、安定してるでしょう。もう本当に素晴らしいですよね。それでRTL ジェンの方ですね、前回の動画で言った RTL ジェンの方も順調に作ってまして、でインプリした元ネタの論文についてちょっとここが間違ってるんじゃないかみたいな話っていうのを GitHub にマークダウンのファイルで書きました。で、GitHub マークダウンが使えるんで数式が使えるんだって思ってたんですけど、 GitHub の数式のレンダリングはちょっとおかしいですねでそれで昨日ちょっとですね、苦労しました。数式がおかしいんで。こんな感じでですねちょっとアップロードしたのを見てもらったら分かると思うんですけど、論文とまではいかないですけど、その学術的な議論のワンステップ、非常にスモールステップなんですけどを、ああいう格好でアップロードしていきたいと思ってます。もうリアルタイムでですね。で、その都度理想としては誰かからフィードバックをもらえて、いやこうなんじゃないのみたいな話ができればいいですよね。で別にその組織の中で議論してから学会に持っていくっていうことをしなくても、もう世の中の誰とでもそうやってディスカッションができる時代になってるわけですから、やればいいじゃないっていう話ですよ。学会に行ってからとか言わなくてもですねでそういうことをやりたいと思います。でこういうとこ間違ってるんじゃないですかっていうことですね。で引用した論文はあるトップカンファレンスの論文ですけど、だいぶ間違ってると思うんですけどっていう話を書いてますで、僕ですね査読すると厳しいって言われて、何が厳しいんだろうって思うんですけど大体良くないものを見つけて落とすことになっちゃうんで、ほとんど僕が査読を通したっていうことないんですよ。でそれは自分がそうされたからとかいうことではなくて、実際にその研究成果を使うっていうことを考えた時に、これはねえだろみたいなそういうのがあるってことなんですよね。だからその自律航行の研究っていうことで言った時にもですね、ほとんど学会とかに出てる研究論文っていうのはこいつの研究開発には全然参考にならなかったっていう話を前にしたと思うんですけど、その参考にならなかったっていうのは査読は通るのかもしれないんだけど、これ実際にやったらできないでしょっていう研究って多いんですよ。多いっていうかほとんどだっていうのが僕の認識です今ですね。で僕もその査読する時とか、大学の中で研究の議論する時とかは
もういいやみたいな感じになっちゃってこれ以上言うとなんかこう腹立てられるなと思って怒りを買ったらまあすげえ報復がやってくるんで、そういうのはもう途中でやめるんですよ僕も。現実にはこれはまあ使えんよねっていうできんよねっていうのを分かってたとしてもですね。なんでまあそういうことですよ。今左から船来ます。左から船がやってきます。でまだ来んの？進路上にいるんですね。前は底引き網漁船ですどうなってんですかねこれは。 AWS-1 もどこを通ろうか迷ってますねこれ。まあ船が行ってからパスした方が賢明ですよね。そこに謎の部位が埋まってますしね。はい、あれですね。底引き網漁船がこっちに来てたのを向きを右に変えたんですよね。で今 V があるんであれをちょっと避けないといけない感じです。でV なんですけどちっちゃいんですけどなんかレーダーには映るんですよね。どういう原理なんでしょうね。でちょっと底引き網漁船は網を引いてるんでちょっとそっち側は行きたくないですよね。はい、こんな調子です。ああ気持ちいい。最高だな。最高っすね。で自立高校の技術に関してもちょっとそのオープンにする部分をトビウオがいますね。トビウオがいますよ今びっくりしましたね。飛行してましたねいやーいいな今トビウオがいた。はい、でオープンにできる部分をちょっと絞っていった時にその巷にある論文とかを、解説する機会があると思います。でその時はですね汚い意見を書きたいと思います。汚い意見をですね
まあ、僕がなんでこの海船関係の学会に2014年から全く行かなくなったのかっていうそこの部分ですよね。まあなんていうんですかね、こう自立高校を達成するために必要なことと必要でないことっていうのがあって、でまあ必要でないと思ったら、まあ、僕は全部やめちゃうんですよね。何なの？なんかいるの？なんでこんなカックンと曲がったの？あの船が嫌だってこと？ひょっとしてウェイポイントがあの船の上にあったりする？あるの？ウェイポイントあそこに。いやーでもトビウオここで初めて見ましたね。いるんですね、トビウオが。すごい長距離飛んでましたよ。一瞬昆虫がいるのかと思いましたね。昆虫みたいに見えました。バッタが飛んでるのと似てた。いやーいい天気だな。でまあ AWS-1 ですね、一応船に向かって走るっていうのをやらないようにしてます。ああいうこう大型船がいて、あそこに向かって行かないとウェイポイントにたどり着けない時でもちょっとずれて走ってで直前のとこで曲げて相手船に向かないように走るっていうやり方を取ります。基本的にはですね。さあそろそろウェイポイントなんじゃないんですか。
シーウィンダム。はい、ここが終わりですね。ここで終わりです。お疲れ様です。はい、こうやってたまにですね、指定したウェイポイントがちょうど大型船の上をクリティカルヒットしてしまっていたりすると、永久にたどり着けなくてうろうろすることがあるんですけど、今日はちゃんと手前にウェイポイントがあったみたいですねただその入ってくる時にどうしてもあれに向かなきゃいけないっていう局面があって、なんでちょっと右向いて外して走ってから入ってきたっていう格好ですね。そういう動きをしました。いいと思います。まあ相手船に向かって走っていくみたいなことをしないっていうのはマナーだと思ってます。怖いですからね。相手寝てんじゃねえのかみたいな気がついてねえんじゃねえのかみたいなね。はい、じゃあこんなとこで今日の自立高校終わりにしたいと思います。